長い闇のトンネルを抜けた先、そこは人の情熱がすべて徒労という名の雪に変わり、ただ銀河だけが男の虚無へと流れ込む場所でした。国語対話始まります。国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。夜の底が白くなった。あまりにも有名なこの一節。放課後の雑談ラジオ、国語対話へようこそ。ナビゲーターの MC です。解説担当のめこです。今宵は日本文学における美の極致にしてある種の得意点、冷たくも美しい虚無の世界へご案内しましょう。今回取り上げるのはノーベル文学賞作家川端康成の代表作雪国です。高校の教科書でもおなじみですよね。私も学生時代に読んだ記憶があります。誰もが一度はそのトンネルをくぐったことがあるはずですが、その先に待っているのは単なる温泉街ではありませんよ。というわけで今回も私その雪国のイメージをキャンバスにぶつけて新作を描いてきました。じゃん、どうですかこの白い静けさ。これはまさしくシュルレアリズムの極致。雪の白さがまるでダリの記憶の個室のように溶け出している。さすが猫さん、お目が高い。具象を捨ててあえて形のない雰囲気を表現してみたんです。私の中のミューズが描けとささやきまして。素晴らしい。マグリットが描くこれはパイプではないならぬ、これは雪ではない概念だというデペイズマンすら感じます。実に見事な伏線ですね。ありがとうございます。でも猫さん、この作品って教科書だと美しい日本の情景として習いますけど、実際はどういうお話なんでしょう。学術的には恋愛小説ですが、それは解釈違いですね。ズバリ宣言しましょう。雪国とは触れられない虚無こそが思考の萌え、昭和が生んだ元祖高解像度 VR 美少女シミュレーターなのであります。VR？ これ戦前の作品ですよね。また変なスイッチ入ってません？いいえ、正気です。主人公にとってヒロインたちは現実の女性というよりガラス越しに眺める高精細なアバターに過ぎないのですよ。言われてみれば主人公の島村さんってなんだかずっとガラス越しに世界を見てる感じがします。自分からは関わろうとしないというか。その通り、まさに当たり判定のない雰囲気芸ウォーキングシミュレーターです。すべてが美しいけれど何一つ手に入らない、これこそ尊さの美学。教科書を読んだ時は綺麗な文章だなくらいにしか思ってませんでしたが、そんな界隈がざわつく設定だったとは驚きです。現代の推し活にも通じる一方的な視線の暴力性がそこにはあるのです。解像度が高すぎて現実感がないという恐怖。なるほど。美しいだけじゃないその怖さの正体が気になってきました。ではその物語の中身を実際に覗いてみましょう。ではあらすじを見ていきましょう。猫さん、実はこの物語有名なトンネルのシーンから始まらないってご存知でした？おや、時系列順の整理ですね。教科書の冒頭以前にいわゆるエピソード0が存在すると？そうなんです。物語は初夏の回想から始まります。主人公の島村は東京の退屈から逃れるために山へ来て、まだ芸者になる前の駒子と出会うんです。なるほど。本編開始前のベータテスト期間というわけですか。その頃の彼女はまだプロのおしろいを縫っていない素人だったと。はい、とても清潔な印象だったそうです。そして半年後の冬、島村が2度目の訪問をするとき、ついにあの瞬間が訪れます。国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。来ました。日本文学史上最も有名なローディング画面。いよいよ本編ログインであります。ロード画面扱いしないでください。その記者の中で島村は陽子という女性を見かけます。窓ガラスに映る彼女の顔と外の流れる夕暮れの景色が重なり合って、これぞ母系の鏡。現代でいう AR ですよ。現実の肉体よりガラスというモニターに映る情報の方に美を見出す。島村殿は完全にこちらの側の人間ですね。否定できないのが怖いです。そして宿に着くと駒子は婚約者の治療費を稼ぐために正式に芸者になっていました。
哀れしかなやむにやまれぬクラスチェンジ。装備が素肌から厚化粧に変わってしまったわけですね。駒子は島村を愛して毎晩のように部屋を訪れます。でも島村は彼女の情熱や日記を徒労だと言って冷めた目で見ているだけなんです。くねんね。ヒロインの好感度パラメーターはカンストしているのに、主人公側にルート確定フラグが立たない典型的な無理ゲーであります。本当に残酷な温度差ですよね。そして季節は巡りまた冬。突然村の繭の倉庫で火事が起きます。突然のワールドイベント発生。平穏な日常パートが崩壊するシナリオの強制分岐点ですね。島村と駒子は現場に駆けつけますが、そこで陽子が2階から落ちてきます。駒子は悲鳴を上げて駆け寄りますが、島村はただ呆然と立ち尽くすだけなんです。そこで救助コマンドが出ないのが島村という男のバグですよ。彼にとってその悲劇すらも高解像度のグラフィックでしかないのですから。そして最後は島村の体の中に天の川がさーっと流れ落ちてきて物語は終わります。ヒロインたちの阿鼻教官を置き去りにして自分だけ宇宙と一体化してエンド。まさにコズミックホラー級の解釈違いエンド。界隈がざわつくのも無理はありません。美しいけれどあまりにも冷たい幕切れですよね。物語としては幻想的ですが、これ現実の人間関係として見るとどうなんでしょそれを問うのは野暮というものですが、確かに平坦、つまりロジスティクスの観点からは完全に破談していますね。ですよね。では続いてはそんなこの作品の現実離れした側面についてもう少し掘り下げてみましょう。さて、ここまでは物語の美しい表面をなぞってきましたが、猫さん。はい、何でしょうか MCC。その含みのある言い方。さては裏設定のロアの矛盾に気づいてしまいましたね。私、大人の女性として、そして一人の生活者として、この作品の美しさを支えている土台がどうしても納得できないんです。文学的美的エステティックと現実的平坦ロジスティクスの衝突、望むところであります。オタクとしてその疑問を論理的に解体してみせましょう。では覚悟してくださいね。さて、ここからは冷徹に行きます。ところで私気になります。おや、何ですか？その目はまさかあのモードですか？主人公の島村、お前金はどこから出とんねん。西洋舞踊の批評家とか言うとるけど、実際に踊りを見たこともないくせに、なんでそんな優雅に温泉旅行できんねん。いきなり確信をついてきた。設定資料によれば彼は親の遺産で暮らす高等遊民、現代でいうところの不労所得ガチ勢であります。遺産食いつぶしとるだけかい。しかもまだ見ぬ西洋の踊りについて本まで出しとるって、それただのエアプやないかい。詐欺か？お言葉ですか MCC。彼は見ないからこそ純粋な美を語れると主張しているのです。これぞ究極の脳内ウィキ編集者ムーブ。現実リアルのデータなんてノイズに過ぎないのです。アホなこと言うな。旅費も宿代もただやないんやで。働かざる者食うべからずや。失礼しました。つい取り乱してしまいました。いやー、心臓に悪いモードチェンジですね。しかし鋭い。経済学的には島村は完全に生産性のない消費者です。だからこそ彼の虚無ニヒリズムは特権階級の贅沢品なんですよ。そうなんですよね。その贅沢な虚無の被害者がヒロインの駒子さんです。彼女、許嫁の治療費のために芸者になったんですよね。さようであります。病弱な幸吉の入院費を稼ぐため、彼女は己の身を担保にして契約を結んだ典型的な借金苦ヒロインのルートです。私、気になります。ほう、また来ますか？何が気になりますか？その言い名付け、もう死にかけてんねんやろ。投資対効果 ROI が悪すぎるわ。しかも島村、駒子のその必死なるモードを取ろうって、人が汗水垂らして働いとるのを無駄って何様やねん。スパチャの一つも投げんかい。MCC のマネーリテラシーが広く吹いている。しかしその通り、島村は無課金税なんです。サービスだけ享受して運営には一銭も貢献しないお客様なのです。ほんま信じられへんわ。駒子が日記つけとるのも無駄って笑うし、三味線の敬語も無駄って。お前がその日記を製本してコミケで売ったったらええんや。失礼しました。少し熱が入ってしまいました。
はい。ですが、その生活感の欠如こそが島村の異常性なのです。彼は駒子の生命力を水槽の中の鉄体毛のように干渉しているだけなんですよ。干渉。そう、そこなんです。干渉といえば、あの有名なシーンがありますよね。島村が駒子のことを指で思い出す場面。おっと来ましたね。触覚の記憶、ハプティックメモリー。人差し指の感触だけで女性を古代意識する変態紳士。いえ、高度なフェティシズムの極致であります。私、気になります。おや、今度は何でしょうか。きっしょいな。何人のこと指の感触で覚えとんねん。ちゃんと顔を見ろ、顔。それ完全にセクハラやぞ。現代なら一発でコンプラ違反で炎上案件や。警察呼ぶで。正論すぎる。グーの尾も出ない。確かにプロファイリング的には彼は人間をパーツとしか認識できないサイコパス的傾向があります。典型的な地雷系男子の思考回路だ。清潔な指とか言うて美化しとるけど、ちゃんと手洗うたんか。衛生観念どうなっとんねん。ウイルス対策ちゃんとしーや。失礼しました。つい衛生委員の血が騒いでしまって。いやいや、 MC 氏のリアリズムの前ではノーベル賞作家の美学も不潔な妄想に早変わりですね。しかしそれこそが島村の非人間性を証明しています。本当に一人の人間として向き合っていないのが怖いです。そして極めつけはあのラストシーンの火事ですよ。猫さん、法医学的というか現代の法律的に見てどうなんですか？眉の倉庫が燃え落ち、陽子が2階から落下する阿鼻教官の地獄絵図クライマックス。法的に見れば当然ながら救護義務が発生する緊急事態であります。ですよね。駒子さんは必死に駆け寄って助けようとしています。でも島村さんは、私気になります。どうぞ存分に言ってやってください。釣ったテントはよ助けや。人が死にかけとるんやぞ。何天の川が自分の中に流れてきたとかポエム読んどんねん。おまは銀河鉄道か。119番シェー、消火器探せ、救急車呼べ。おっしゃる通り、まさに傍観者放火の極み。彼は目の前の悲劇を映画館のスクリーンで見ている映像だと思い込んでいるのです。脳のちょり落ちです。人が燃えとるんやで。それを美化しとるとか言う場合か。そんなもんサイコパスやんけ。人として終わっとるわ。失礼しました。あまりに人命軽視がひどかったもので。いや、見事なツッコミでした MC 殿。そう、現代の感覚、いえ正常な人間の感覚からすれば島村の行動は異常そのものです。彼は現実の痛みを直視せず、それを天の川という壮大な宇宙のロアに変換して逃避したのです。そう考えるとこの小説ってすごく怖いお話なんですね。美しい文章でカモフラージュされていますけど、中身は冷酷な男が女たちの破滅を特典席で眺める話じゃないですか。その通り。これぞ美しい日本の私、ミーならず美しい犠牲を消費する私。文学界隈かざわつくのも無理はありません。倫理的なバグばかりの無理ゲーですよ。でも不思議ですよね。こんなに倫理的に問題がありそうな主人公の物語がどうして日本の教科書の定番として私たち子供にろどまされ続けているんでしょうか。そこですよ MC 氏。それこそがこの作品に隠された最大のミステリーであり、国家的な洗脳、いえ教育的意図なのかもしれません。教育的意図。ただ美しいだけじゃない、何か別の理由があるということですね。ええ。川原坂義という人物がどのような時代にどのような意図でこの虚無を生み出したのか、その背景を解析すれば答えが見えてくるはずです。わかりました。では続いてはそんな水球な物語を生み出した創造主の正体に迫っていきましょう。では視点を少し変えましょう。物語の不気味さは十分に味わいましたが、その背後に潜む創造主の意図、そして教陸の闇を暴いてみたいと思います。おっと、いよいよメタ視点への移行ですね。川端康成、ノーベル文学賞という世界的権威を持つラスボスですが、その実態は実に興味深いですよ。教科書では美しい日本の伝統を描いた偉人として習いますよね。でもこの作品が書かれた時期を年表で確認して、私少し背筋が凍りました。鋭い。まさにそこが最大のパラドックスです。
伝承開始は1935年、完成形に至るまでには戦中戦後をまたいでいます。つまり世の中が鉄と火薬で燃え盛っていた時代に、彼はひたすら雪と朝の描写に没頭していたのです。世界中が戦争に向かっている時に温泉宿で芸者さんと恋の引き引き、これ現代で言えば炎上案件スレスレの現実逃避ではありませんか？その通り。これぞ究極の高尚なる引きこもり文学。外界で爆撃音が鳴り響く中、ノイズキャンセリングヘッドホンをして超高画質の美少女ゲームに没頭し続けた。それが雪国の正体です。うわでもそう聞くと島村のあの無関心さも納得がいきます。現実が辛すぎるから美しい徒労の世界に逃げ込むしかなかったんでしょうか。これは彼なりの生存戦略だったのかもしれません。彼は新感覚派というギルドの長ですが、この流派は当時のプロレタリア文学、社会派に対するアンチテーゼでもありました。新感覚派、教科書太字キーワードですね。要するに理屈よりも感覚や雰囲気を大事にするスタイルということでしょうか。簡単に言えば、シナリオ性を犠牲にして描画エンジンに全パラメーターを振ったスタイルです。意味なんてどうでもいい、網膜への刺激こそが正義だというパンクな思想ですよ。グラフィック全振り。でもそれならどうしてそんな意味のない作品が教科書のど定番として私たちに課されているんでしょう。ここからが教育の闇、ダークサイドです。文科省あるいは教育カリキュラムという巨大システムがこの作品に何を期待しているのか。それは日本的な美意識のインストールに他なりません。美意識のインストール？つまり論理的に考えることよりも空気を読むとか儚さをあでることを覚えさせようとしていると？正解です。高校2年生、つまり自我が肥大化し論理武装を始める時期に、あえてこの論理が通じない虚無の物語をぶつける。これはある種の通過儀礼、イニシエーションなのです。世の中には理屈で割り切れない美があると知らしめるためにね。確かに母系の鏡のシーンとか理屈抜きで綺麗だとは思いましたけど、でも授業でそれを扱われるとどうしてもあれが出てくるじゃないですか。あれとは？そう、殿下の宝刀。この時の著者の気持ちを答えなさい、あるいは主人公の心情を40字以内に記述せよ。私これが本当に苦手で。おや、MC 氏は国語のテストにトラウマをあるタイプでしたか。確かに雪国でその設問は難易度ルナティッククラスの無理ゲーですね。私気になります。来ましたね。どこが気になりますか？正解なんてあるわけないやろがい。作者も死んどるんやぞ。何がおもろくて墓の下のおっさんの気持ちを勝手に決めつけんねん。超能力値か自分らは。テレパシーでも使えるんか。落ち着いて。確かに文学研究アカデミズムの世界でも作者の死、オーサーイズデッドといって作品と作者の意図を切り離すべきという説が。せやったらテストに出すなや。主人公は天の川を見て感動した。はあ？主人公は無けし感に遊ばれた。知らんがな。本人がなんとなくエモいから見上げただけかもしれへんやろ。なんで減点されなあかんねん。謝れ。私の青春のプレート平均に謝れ。いえごもっともです。実際川端康成自身も文章のリズムで書いていた節があるので、論理的な正解なんて存在しないバグギターみたいなものですから。失礼しました。つい学生時代の理不尽な採点基準を思い出して心の闇、ダークマターが溢れ出してしまいました。いや MC 氏の魂の叫びしかと受け止めました。しかし今の暴論の中にこそ真理があります。この作品は正解を探すゲームではないのです。正解を探すな。では私たちはこの教科書の定番とどう向き合うべきだったのでしょうか。簡単です。感じる、フィールすることですよ。VR ゴーグルをかぶるように川端が作り出した超高画像の雪国という仮想空間にログインして、ただその冷たさと虚しさに身を委ねる、それだけでいいのです。なるほど。無理に教訓や道徳を読み取ろうとするから島村の非動作が許せなくなったり意味不明になったりするんですね。そうです。これは道徳の教科書ではなく感覚の美術館なのですから。
現代で言うならストーリー考察を放棄してひたすら作が神とコメントしながら鑑賞するアニメのようなものです。作画神、あながち間違ってないかも。そう考えると現代のタイパ重視のコンテンツ考察とも相性がいいかもしれませんね。エモリシーンの詰め合わせですから。おっしゃる通りです。実は川端康成こそ現代のツイッター文学、インスタグラムの映えコンセプト、そして世界系の始祖、オリジンともいえる存在なのです。世界観で殴る元祖雰囲気イケメン作家なんですよ。文学を雰囲気イケメン呼ばりは斬新すぎますが、妙に納得してしまいました。さて、作者と教育の裏側を覗いたところで、そろそろこの長いトンネルも出口が見えてきたようです。昭和の文豪が描いた虚無と美、それを令和の私たちがどう消化すべきか、最後に総括といかしょう。はい、物語、背景、そして作者、すべての要素が出揃いました。続いては番組を締めくくる雑談コーナーへ参ります。さて、そろそろお時間ですが、最後に少し雑談をしてクールダウンしましょうか。極寒の雪国から無事に生還しましたね。精神的な凍傷を負いそうでしたよ。でも今回読み直してみて一番衝撃だったのはやっぱり島村さんの冷たさというか人間味のなさでした。おや MCC、 まさかまだこの作品を冷淡な男の恋愛小説だと思っているのですか？それは重大なデータの読み落としですよ。違うんですか？あんなに駒子さんが翻弄されていたのに。甘すぎます。繊維検討工芸ガチ勢の視点から言わせていただければ、これは越後縮みの生産と流通に関する重厚な産業ドキュメンタリーであります。そっちですか。いや、確かに着物の話は出てきましたけど。川端先生があれだけのページ数を割いて、朝の繊維に必要な湿度や雪さらしの漂白工程を描写している意味を考えるべきです。あれこそが本体なんですよ。本体？じゃあ島村さんは何のために温泉に来ていたんですか？ズバリ繊維工場の品質管理インスペクターです。彼はコマコを見て、赤色は年月とともに汚れるとか言っていますが、あれは恋愛感情ではなく当時の染色技術の限界を嘆いているのですよ。相変わらずマニアックな視点ですね。じゃあラストの火事も？当然です。あれはヒロインの死ではなく、化学繊維の台頭による養蚕業の崩壊のメタファー。繭倉庫が燃えるイコールサプライチェーンの断絶です。島村が絶望したのは原材料の供給停止に対してなのです。なるほど。天の川が流れてきたのも紡がれることのなかったシルクの糸に見えたと。その通り。さすが MCC、 理解が早い。これは失われた日本の手仕事への鎮魂歌、レクイエムだったのですよ。いやー、その発想はなかったです。でも猫さん、妙に布の話に熱が入ってますけど、何か思い入れでも？実は私、高校時代は手芸部の副部長を務めておりまして。猫さんが手芸部？意外すぎます。何を作ってたんですか？しもっと言いながら、コスプレ衣装の構造解析と再現です。推しの服の縫い目を再現するには布の折り目から理解する必要がありましたので、ミシンと格闘する青春でした。動機がやっぱりオタクでした。でもそのこだわりがあるから縮みの記述に燃えるわけですね。私の黒歴史はさておき、現代、つまり2020年代の視点で見ると、この作品はどう映るでしょうか？そうですね。今の Z 世代の子たちが読んだら島村さんは間違いなく蛙化現象の対象になると思います。蛙化ですか。好意を持たれた瞬間に冷めるというはい。だって遠くから見てるときは美だとか言っておきながら、いざ駒子さんが本気で向き合おうとすると取ろうだって引くじゃないですか。今の言葉で言うと責任取らない系男子の極みですよ。確かに彼は現代でいうところのロム線ですからね。課金もコメントもしないくせに配信だけは最前列で見ている厄介なリスナーです。本当に。特にボケの鏡なんて完全にスマホのフィルター加工と同じですよね。現実の人間を見ないで画面越しの綺麗なところだけ消費してる。鋭い。現代人はみんなスマホという鏡を通して世界を見ています。
島村はその元祖フィルター越しの自分に酔うインフルエンサーだったのかもしれません。そう考えると一周回ってすごく現代的な病を描いている気がしてきました。あ、でも一つだけ。何か引っかかりますか？真剣に考えて。私、気になります。おやおや、何でしょうか MC 殿。フィルター越しなんはほっぽ譲ってええわ。せやけどな、目の前で火事起きとるときにスマホ構えて動画撮っとるだけの野じ馬根性が許せんのんや。ひえ、それは現代社会の病理そのもの。炎上しとるんはネットの中やなくて目の前の倉庫やぞ。おっしゃる通りであります。彼は究極の無敵の人ならぬ無関心の人。現代なら炎上間違いなしです。ああ、失礼しました。つい現代の SNS 社会への憂いが重じゃまってしまって。いやー、MC 氏の倫理観こそがこの冷え込んだ雪国を溶かす唯一の熱源ですよ。ありがとうございます。まあそんな風に現代の視点でツッコミを入れながら読むのもこの作品の新しい楽しみ方かもしれませんね。ええ、正解なんてありませんから。島村を軽蔑するもよし、その美しい孤独に共感して尊いと沼るもよし。そうですね。教科書だからって身構えずに自分なりの読みを見つけてもらえたら嬉しいです。盲目の季節を超えて、それぞれの胸に天の川を流してください。それが国語対話のスタイルですから。はい。それでは今回の雪国の旅はここまで。また次の名作でお会いしましょう。にゃん。